今回は、引退勢が聞いたら驚くキーワード能力についてまとめてみました。この動画ではキーワード能力で限定しているため、キーワード処理に分類される GR 召喚や、能力語と呼ばれるスター進化などは除外しておりますね。引退勢の皆様にとっては浦島太郎的な動画になると思います。今のデュエマこんなになっているのかと、楽しくご覧いただければ幸いです。それじゃあ、早速参りましょう。忍者ストライク。2008年バトルララクシーで登場した新たなキーワード能力。新種族の忍びと共に登場したこの能力は、これまでのデュエマを変えるほどの影響を与えました。忍者ストライクとは、相手のクリーチャーが攻撃、またはブロックした時、自分のマナゾーンにカードが X 枚以上あり、その攻撃中に忍者ストライクを使っていない場合、この忍びをコストを支払わずに召喚してもよい。そのターンの終わりに、この忍びを自分のデッキ下に置くというもの。つまり相手が攻撃かブロックした時、マナに指定されている枚数あれば、コストを支払わず召喚することができ、その代償にターン終了時デッキ下に行くよってことです。この能力の登場により、シールドトリガーやストライクバックに続く、相手ターン中でのプレイを許可する能力であり、これまでのデュエマになかった読み合いが発生。ブロッカーもシールドもない状態でも、手札の忍びで守られるのではないか？相手クリーチャーに攻撃しても、忍びに干渉されてバトルに負けるのではないか？こういった具合で、手札から突然現れて相手をかき乱したり、見えない忍びに怯え警戒する様はまさに忍者そのものですね。このように非常に画期的かつ強力な能力であり、出た時自身含む自クリーチャー一体にブロッカーを付与するはやぶさ丸や、出た時相手をマイナス6000して破壊する半蔵、出た時疑似的な転生プログラムを発動できるオロチなど、超強力な忍びは殿堂入りするまでに至っています。一時期は特にはやぶさ丸なんかは、入れとくと言われるほど万能で強力なカードと評されており、このように忍び専用のデッキでなくても、どこにでも忍びを投入できる点が、忍びと忍者ストライクの最も優秀な点かもしれませんね。こんな感じで優秀な忍者ストライクですが、弱点はお察しの通り手札破壊。手札に抱えておく必要があることや、発動タイミングは攻撃時がメインです。なので攻撃する前に手札破壊して忍びの不安要素を削除して仕掛ける。こんな動きが忍びの弱点となります。その弱点をカバーする売券というカードの存在が、脳死で手札破壊すればいいという考えを牽制してくれるので、うまくバランスが取れているんですよね。私はこの頃のデュエマが結構好きだったりします。侵略。2015年に登場したキーワード能力。指定された文明と種族を持つクリーチャーが攻撃するとき、その上に重ねて進化することができる能力です。つまり攻撃時にタダで進化してくるというわけですね。これだけ聞くと引退勢の方は、と思うかもしれませんが、本当にこのまんまの能力なのです。しかもデメリットというデメリットはありません。攻撃時、タダで進化してくるのです。そしてこの侵略という初めて登場した大型クリーチャー踏み倒し能力は、これまでのデュエマを覆しました。例えばこれまでの速攻デッキの概念を変えた。理論上は最速2ターン目。一般的に3か4ターン目にパワー1万超えのトリプルブレーカーが降臨し、バとシールドを吹き飛ばしてゲームを決めてくるレッドゾーン。出た時禁止カードのスケルトンバイスを実質打ちながら、パワー7000ダブルブレーカーがついてくる。デーモンコマンド持ちのブラックサイコ。豊富な侵略元と墓地からでも侵略ができ、盤面を制圧して殴り切るデッドダムドなど、本当に侵略という効果は環境を暴れ散らかしました。特にレッドゾーンあたりから侵略がいよいよおかしくなった印象が強いかと思います。そりゃあ大体3ターン目ぐらいにタダでトリプルブレーカーが出てくるのですから、当時我々に与えたインパクトは相当なものでしたね。口述する革命チェンジも侵略以上に恐ろしい能力なのですが、侵略が先に世に出た効果ということもあり、革命チェンジより侵略の方がインパクトが大きかったという人が多いですね。ちなみに同時に侵略の対として登場した革命という能力は、自身のシールド枚数に依存するため、かなり使いにくさが目立ち環境に定着しませんでした。結果、革命軍より侵略軍の方がよほど環境に革命を起こしているという、とても皮肉な話になっています。革命チェンジ。2016年に登場したキーワード能力。募集したアンケートではダントツで票を集めたぶっ壊れキーワード能力。特定の文明と種族などを持つクリーチャーが攻撃するとき、そのクリーチャーと手札にあるこの能力を持つクリーチャーを入れ替えることが可能です。
こちらも侵略と変わらず、序盤に大型クリーチャーがタダで出てきて、召喚時の能力を使ってシールドをブレイクしてきます。しかし革命チェンジはカードがシンプルに強すぎました。相手の呪文を封じるラフルルや、コスト7以下の召喚を封じつつ、自分は巨大パワーでトリプルブレイカーなミラダンテ、デュエルバスターズと揶揄されるほど環境を荒らしたドギラゴンバスターなど、侵略も大概でしたが、革命チェンジはそれ以上にぶっ飛んでいました。したがって、革命チェンジが与えた環境への影響というのは計り知れません。じゃあ侵略より革命チェンジの方がヤバかったのではと思う人も多いかもしれませんが、先に申し上げた通り、最初に登場したのは侵略で、侵略が出たから革命チェンジが許された許されていない、みたいなものなので、侵略がインフレを加速させたという印象なんですよね。そんな革命チェンジは先の侵略と似ていますが、明確に侵略より強い点があります。それは侵略は対象に重ねて進化するのに対し、革命チェンジは対象を手札に戻して入れ替える形で場に出るということで、手札が減っていません。そしてチェンジで戻したクリーチャーを再利用できるのが本当に強いんですよね。序盤で革命チェンジ元にするやつは大体スピードアタッカー持ちです。なので革命チェンジしてきたアンポンタンを頑張って処理しても、手札にその元凶を作った元があることが確定しているんですよね。もしまだ相手の手札に第2第3の革命チェンジ持ちがいたら、またチェンジしてきて暴れてきます。1回の革命チェンジで甚大な被害を与えてくるくせに使い回せる。これが侵略との明確な違いでありさです。ちなみに革命チェンジは背景ストーリー上、侵略の能力を解析した結果生まれた力という設定なので、やはり侵略と似ているのは意図したデザインであることが伺えます。その弊害として、革命とは名ばかりで侵略とほぼ同等である点から、どこに革命要素があるのかという突っ込みどころが生じていますが、気にするだけ野暮ですね。エクストライフ。2021年に登場したキーワード能力。このクリーチャーを出すとき、デッキ上から1枚をシールドに追加。そしてこのクリーチャーが場を離れるとき、代わりにそのシールドを墓地に置く。この2つの能力からなるのが EX ライフです。一度だけではありますが、あらゆる除去を無効化できるため、エクストライフ持ちは場持ちが良く、敵にすると非常に厄介。さらに除去耐性を考慮しなくても、出ただけでシールド追加できるのは使い勝手がいいですね。さらに一部カードには、エクストライフで追加したシールドが離れた時に誘発する効果を持つ者もいます。これまでの能力に比べて一見地味に見えますが、実際にはめちゃめちゃ強かったのがこの能力でした。そしてこの能力が環境に与えた影響も大きいです。それは防御カードから除去札が少なくなったことです。エクストライフによって除去が無効化されるため、デーモンハンドなどよりは、ホーリースパークのような、確実に止められる防御札の価値が高まりました。また、このエクストライフは場に出た時ではなく、場に出す時に発動します。つまりバトルゾーンに出ると同時に起こるため、何かの効果処理に割り込む形で処理されます。なので出た時に反応する踏み倒しメタが実質効かなかったり、例えばナウオアネバーのような、出してから手札に戻す効果の処理中でも、出した時点でエクストライフが発動しているため、手札に戻す効果の前にシールドが追加され場から離れなくなり、結果、そのシールドを墓地に置くことで手札に戻らなくなります。これを悪用したザーディクリカとナウオアネバーの組み合わせは、だいたい4ターン目にコンボが始動して、1ターンでコスト7以上の大型クリーチャーが2、3体並ぶ恐ろしいコンボが発見されました。そんな感じで一見地味ながらも偉いところだらけのエクストライフ。細かいところで偉い部分がありながら、巨大クリーチャーが出ただけでシールド1枚追加して、一度だけあらゆる除去に耐性がある。これだけでシンプルに強いんですよね。ちなみに先の革命チェンジと組み合わせることはできません。エクストライフシールドがある限り、チェンジすることができないため革命チェンジは失敗に終わります。以上、引退勢が聞いたら驚くキーワード能力でした。いかがだったでしょうか？今回はキーワード能力だけでしたが、あらゆる要素を含めると、まだまだぶっ壊れ能力はたくさんあります。皆さんの思うカード効果はぜひコメントから教えてください。ここまでご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録や高評価で応援よろしくお願いします。